シュールな技が繰り出される日本一のサッカーギャグ漫画。ギャグ漫画言うな。キャプテン翼シリーズに登場するどう考えても完全にアウトなのに。なぜか反則にならない面白くて印象に残る名場面を紹介するぜ。今回はキャプツバのネタ動画かな？軽い気持ちでクスッと笑ってもらえると嬉しいぜ。それじゃあ、早速行ってみよう。いつか決めるぜ、稲妻シュート王。これはアウトだろ、という場面の一つ目は、ゴールの上に乗る木杉と滝だ。ジャングルジムじゃないんだから、そんなとこ乗るなよ。まあネタとしては有名な場面よね。乗ってるところは正確にはクロスバーの上だけど。これは中学生編の南葛中 VS 花輪中の場面で、これまたアウトな立花兄弟の必殺技、スカイラブハリケーンへの対抗手段だった。ゴールの遥か上から襲ってくる立花兄弟を迎え撃とうと、こんなバカなことをしたけど、どう考えても反則で完全にアウトだよね。だが実はゴールに登ってはいけないとは、ルールに明記されてはいなかったりする。それってそんなことするアホがいないから書いてないだけなんじゃ。そうなんだけどな。審判に危険行為や反スポーツ的行為と判断されて、最低でもイエローカードが出されると思うよ。まあ、審判の判断なのでキャプツバの世界では認められてしまう行為なのであろう。結局、低空飛行のスカイラブハリケーンには対処できずに無駄に終わったけどな。ダメじゃん。二つ目のアウトなシーンはこれだ。ゴールに登るバカがまだいたのかよ。こいつはサッカーサイボーグこと、ブラジルのカルロス・サンターナで、ワールドユース編のプロローグにおけるブラジル選手権、サンパウロ VS フラメンゴの出来事だ。翼の放ったフライングドライブシュートをトラップしたサンターナが、何を考えたのかそのままゴールに登ってしまった。今度はボール持ったまま乗っちゃってるからなお悪いよね。しかもボールをゴールの上に置いて踏んだまま翼に向かって喋ってるし。これってボールアウトにならないの？さあ、バカらしくて調べてないわ。とりあえずゴールライン上とも言えるんじゃないか。これも危険行為や反スポーツ的行為で反則になっておかしくないと思うのだが、サンターナはゴールバーから飛び降りて普通にプレイ続行していたりする。要するにキャプツバの世界じゃゴールに乗るのは反則にならないわけね。続いての3つ目のアウトなプレイもゴールポストに絡むもので、三角飛びだ。ゴールキーパーは鹿島津の必殺技だよね。超メジャーなプレイだけどこれもダメなの？ゴールポストを蹴る行為もやはり、危険行為や反スポーツ的行為になると思われるし、何よりゴールの位置を動かす行為と取られかねないだろう。でもキャプツバの世界じゃみんなやってるよね。そうだな。ゴールポストに最初に蹴りをぶち込んだのは立花兄弟のトライアングルシュートだ。で、それに対抗するために翼はポストに加えてゴールバーからジャンプしている。ゴールに登った初代のバカは翼なのね。石崎の空中サッカー破りでゴールポストを思いっきり蹴る行為や、ゴールポストにジャンピングラリアットをかますのも当然アウトだな。三角飛びを封じるためにアルゼンチンのガルバンがやったやつだね。とにかくゴールを攻撃する行為は、普通なら全部アウトだろ。ゴールポストはキーパーの友達なのに、攻撃するなんてひどすぎるわ。その若林も友達のはずのポストとクロスバーに蹴りをぶち込んでたけどな。次に紹介するアウトな行為は、そんなスーパーグレートゴールキーパー若林がしでかしたこれだ。カルツがそんなのありかよって言ってるけど、当然そんなのなしだ。やっぱり防止ディフェンスは反則だよね。ファイヤーショットが帽子に当たったやつは不可抗力でセーフだと思うが、完全に帽子を手に持って弾き出してるこれは、反スポーツ的行為で完全にアウトだな。だよねもはやキャプツバ世界には反スポーツ的行為の反則は存在しない感じではあるがな。ところで、なんか若林のせいでゴールキーパーは長袖、長ズボンに帽子をかぶるスタイルが、一般的だと思ってたけどあまり帽子をかぶるキーパーっていないよね。ゴールキーパーのトラックパンツに帽子は、ルール上認められているものだが、現実のゴールキーパーにはあまりいない。キャプツバでも、清水 FC の川上は帽子も長ズボンも着用してないので、ただの若林のこだわりなのかもしれないな。ワールドユース編でも若林は同じスタイルで、ロードプー2002から、やっとハーフパンツになったな。ハーフパンツの若林が違和感しかねえ。そういえば小学生編の清水 FC の悪質な若林潰しとか、オリンピックでシュナイダーがやった若林へのえげつない攻撃とかは？あれは作品内でも反則を取られているから、アウトなのに反則じゃないというこの動画の趣旨からは外れているから、なしだな。次のアウトな危険行為は、明和特攻スライディング部隊だ。これは当時の小学生に悪影響を与えてそうよね。ディフェンダーはスライディングするのが、当たり前のように思ってしまったかもしれないな。スライディング自体は正当なプレイの一環だが、足裏を見せるタックルは普通に反則だ。じゃあカミソリタックルもアウトじゃん。突き上げタックルも当然ダメだし、打ち上げタックルなんてもってのほかだ。日向の空中タックルも本来アウトなはずなのにやはり反則は取られなかった。なんでもありやん。集団でかつ連続でやるスライディング部隊が、そもそも危険行為に該当すると思うのだが、特攻スライディング部隊も反則にならず、もはや当たり前のプレイになっている。集団でスライディングとか普通はしないけどね。明和特攻スライディング部隊という名称は、小学生編の決勝で使われたものだが、
予選リーグの1回戦でもスライディングタックルの雨という名称でやっていて、えげつないタックルをかましてたりする。もろ反則やん。中学生編では日向に捨てられた明和東中がこぼれ球への押し込みとして、東方の若島津を相手に明和特攻スライディング部隊をかましてくれた。そしてなぜか明和 FC 出身じゃないはずの反町含む東方中の雑魚たちも、雑魚言うな。決勝で東方スライディング部隊をやったりしたな。キラ構造の直伝じゃなくて、キャプテン日向小次郎が特訓させたんじゃない？おそらくパラレルワールドだが、読み切りのエンドレスドリームでは、日向、若島津、沢田の3人で、明和スライディング部隊を敢行している。この3人が南葛のユニフォーム着てるのはシュールだよね。とりあえず小学生に集団攻撃を教えたキラ監督は、間違いなくクソだと言えるだろう。ちなみに沢田は小学生編で美咲の足を見事にえぐっており、可愛い顔してスライディング部隊の魂をしっかり受け継いでいるようだな。若島津もスライディングは得意のようだし。日向はもちろんタイガータックルだもんね。日向はジュニアユース編のフランス戦で、3人がかりのスライディングを受け、えぐられて反則じゃないかと文句を言っていたが、どの口で文句言うてるねんと思ったな。反則してでも止めろ言ってたし、日向のスライディングも大概だしね。そして最後に明和 FC とは全く縁のないドイツ代表が、なぜかライジングさんで、ドイツスライディング部隊をやっていたりする。ドイツ何やってんの？スライディング部隊なんていう埼玉発祥のマイナーな技を、誰がドイツ人に教えたのかはマジで謎である。続いての完全にアウトな技は、強引なドリブルだ。ひらがなで書くな。元祖は無論日向小次郎で、初登場時からかましていた。南葛に殴り込みをかけた時には直線的なドリブルと形容され、小学生編の決勝で直線的ドリブルという名称が定着したようだな。強引なドリブルじゃなくて直線的ドリブルなんだね。ゲームにおいて技名の長さの制約から、強引なドリブルとされたのだろう。強引なドリブルの方がもはや有名だよね。それでこの強引なドリブルなんだが、勢いで吹っ飛ばすだけならオフェンス側なので、反則はある程度許容されると思うのだが、とりあえずこいつを見てくれ。シュナイダーの強引なドリブルかな。こいつはどう見ても殴ってるか、ラリアットをかましてるようにしか見えないぞ。言いがかりのような気もするけど見た目は完全にアウトだね。シュナイダーのドリブルは普段テクニカルなのだが、この時は皇帝の怒りを発動して、立ちふさがった岬を見事に吹っ飛ばしてくれた。皇帝の怒りもゲームの話だろが。まあ、めっちゃ強かったけどさ。強引なドリブル系の使い手は他にも多くいて、中学生編の地頭広志は日向以上とも評された。ジュニアユース編ではアルゼンチンのガルバンの巨漢ドリブルや、カルツが本気を出した時に見せた、ハリネズミドリブルなんかもあったし、珍しいところではピエールも使ってたりするが、これもエルボーを食らわしてるように見えるな。ミサキくん吹っ飛ばされすぎでかわいそす。だが、ジュニアユース編での最強の強引なドリブルの使い手は、フランスのルイ・ナポレオンかもしれないな。伊沢と美杉の二人に大ダメージを与えていたぞ。伊沢のは反則じゃねえか。ワールドユース編ではカルロス・サンターナが、邪魔な翼を吹っ飛ばしてるし、韓国のチャインチョンも重戦車ドリブルを披露している。ゲーム版では韓国のフォワード、シャが、強引なドリブルを使うんだけど、シャが車という字なら、チャインチョンもゲーム版からの逆輸入なのかもね。ウルグアイの日野も葵を吹っ飛ばしてるが、これもアッパーカットにしか見えないぞ。日野のドリブルも見た目はアウトだよね。さて、続いての危険な攻撃は腹蹴りだ。一発目の記念すべき腹蹴りは日向小次郎で、ニックキ翼を豪快に吹っ飛ばしてくれた。でもこれってキッキングの反則だったじゃん。そうなんだ、日向はボールに行ってるのになんで反則なんだと文句を言っている。ボールに行ってもアウトだよ。だが、ハンブルグ戦でその日向がシュナイダーに蹴り上げられたプレーは、反則になってないんだ。その後日向はわざと腹を狙いやがったなと、シュナイダーに切れてるけど、日向はラフプレーに怒る資格はないよね。ワールドユース編でもタイのブンナークが強烈に翼の土手っ腹を蹴り上げてくれたが、やはり反則にならなかったし、火の龍馬なんざ、翼にジャンピング2をぶち込む始末だ。どっちも完全にアウトだろ、キッキングの概念が消えちゃったよ。そして腹蹴り芸はさらにエスカレートしていき、ついには腹の上に乗ってしまうありさまだ。ロードプー2戦に、日向のセリアーデビュー戦での、パルマのトラムによるエース殺しだね。絵面からしてこんなもん完全にアウトなんだが、やはり反則にはなってないんだわ。ラフプレイといえば日向だったのに、やられ役に落ちぶれてしまったね。で、この腹乗り芸だが、芸なんかよ。ライジングさんでシュナイダーまでもがかましてくれたんだ。葵の腹を蹴って押し倒した上、腹に乗ってさらにジャンプするとか。マジえげつないよ。こうしてキャプツバワールドのサッカーは、完全に格闘技になってしまったのだ。色々とアウトなプレイを紹介してきたが、キャプツバ史上最もアウトなプレイは、スカイダイブシュートだと思っている。スカイダイブシュートは翼が自ら考えて作り出した必殺技になり、敵選手とキーパーすら抜き去って、ゴールにダイブするシュートだ。ワールドユース編のメキシコ戦では同点につなげるプレーとなり、準決勝のオランダ戦では V ゴールともなっているな。敵の選手の足を踏み台にするのはアウトだし、
そもそもただのドリブル突破でシュートでもなんでもないんじゃないか？はっきり言ってその通りで、打ち切りを食らったワールドユース編をまさに象徴するようなクソシュートだろう。師匠のロベルトも身勝手で仲間を信頼しない、独りよがりな技と酷評しているもんね。だが翼はスカイダイブを独りよがりの技から、チーム全員で後押しするチームプレーに昇華させ、ついにサリナスの無失点記録の牙城を打ち破り、貴重な同点ゴールを挙げたのだ。なお悪いわ。ボールを腹で抱えてさらに味方にガードしてもらって突っ込むとか。ラグビーかよ。キャプツバのサッカーは格闘技だと思ったら、いつの間にかラグビーになってしまったよ。どっちかというとアメフトかもしれんけどな。どっちにしろ、もはやサッカーじゃない。スカイダイブはそんな代物なのだが、キャプテン翼にまともなサッカーを求める方がおかしいと言われてしまうかな。でも、そんなキャプテン翼がこのチャンネルは大好きなんだよ。キャプツバを愛するがゆえに、こんなアホな動画作ってるからな。アホちゃうわ。今回のネタ動画はここまでだ。我が愛すべきキャプテン翼を盛り上げるため、これからも動画を作成していくので、チャンネル登録、グッドボタンにコメントで応援よろしくね。ここまでのご視聴、ありがとうございました。